Hello everyone, I am Aki. I came to Okayama Prefecture to visit the famous swordsmith. His name is Okazuki Kawashima. He taught me the importance of attitude toward knives while sharpening. So in this video, I'd like to share with you what the swordsmith told me about sharpening. Before we begin, let me give you a brief introduction about Kazuki Kawashima. Kazuki Kawashima was born as the son of a blacksmith in Tosa, Kochi Prefecture. He started learning blacksmithing since he was small. After high school graduation, he became an apprentice of a renowned swordsmith, Mr. Masanao Nakata in Seki. At the age of 19, he became independent after 6 years of training and moved to Bizen. Ah, 足で押さえるんだ。洗ったでいいですか？はい、どうぞどうぞ。研ぎするときってはい。水にはこだわりますか？家時間ってことですか？いえ、研ぎ水。は、考えたことないかもしれないです。はい。水ってものすごくいろんな種類があるのをご存知ですか？軟水、硬水的なってことですか？はい。軟水硬水もあるんですが、はい。昔塩鶴さんもそうだったと思うんですけど、はい。研ぎ水をずっと探していたということを聞いたことないです？ああ、知らないですね。研ぎに適した水っていうのがはい。やっぱりありまして、うん。水っていうのはものすごく奥が深いんですよね。あで、単純に軟水硬水っていうのがあるんですけれども、分子が細かくなってる水の方が研ぎやすいんですあ、なるほど。細かいってことは軟水ってことなんですか？軟水か硬水かで言えば軟水です。その分子がクラスター化された水っていうのは、はい。なんとなくね、研磨力が高くなるっていうのと、はい。鋼自体がね、それにつけてると鋼がね、若干柔らかくなる感じがするんですよね。ああ、なるほど。これは本当、となると、はい、水道水じゃダメってことなんですか？ダメとは言わないですけど、もっと水道水でもいいんですが、はい。このね、ブクブクがね、ものすごく、これ、水の性質を変えるんです。これってちなみにどんなものになるんですか？これは金魚のブクブクですよ。こういうの。ああ、これ入れると、柔らかめって言いますか。これがね、たったこんなもので、はい。水がね、クラスター化されるんです。はあ、なるほど。ちょっと怪しい話になっちゃいますけどね。いや、でも、重要ですね。こだわりですから。あ、ここに言うと危ないから大丈夫です。あ、これ質問してもいいですか？はい。僕もこの貝印さんのはい。包丁とかではい。研ぎを教わるときにはい。絶対やってほしいことっていうので、はい。砥石をまっすぐにしろって言うんですよ。ああ、なるほど。はい。でも刀鍛冶さんの平田さんって方も、はい。備前上田さんのお弟子さんはい。ところを見るとはい。やっぱ曲がってるんですよ。曲がって曲がってるというか、こういうふうに真ん中が浮き上がるような曲がり方。普通研ぐと下が盛り下がるっていうんですかね。はい。これって何かあったりするんですか？これはね、やっぱりそういうふうにもともと調整して。例えば、カンナとかのみはい。の場合は、カンナのみを研ぐときには、
もうピタッと刃がまっすぐじゃないといけないじゃないですか。はい。その場合は砥石はこういうかまぼこ型ではなくって、はいフラットの方がいいと思います。ああ、なるほど。ただ刀の場合ははい。はまぐり刃になってるでしょう。ああ、なるほど。そうですね。ではまぐり刃で作る場合は、うん。研ぐ場合はちょっとこういうかまぼこ型になってる方があ、いいんだ。研ぎやすいっちゃ研ぎやすいんですあ、じゃあその曲線でこの丸みを出していくっていうんですかね。ね。すごいな。この刀ははい。試し切り用の脇差しです。なるほど。で、これで長さをまず、曲がりを見るってことですか。そうですね。砥石の固定はどうやって研ぎます？砥石をですか。はい。砥石は面直しのでってことですか。いや研ぐ時の砥石の固定するのは。あ、固定はタオル引いて、なるほど。はい、普通に包丁だとね、それが一番早いかもしれないですね。あれですもんね。研ぎのはい。研ぐ人の研ぎの意識によってうん。刃物のはい。刃の分子構造が整うっていうことほがはい。ある感じがするんですよ。もう心が落ち着いてた方がっはい。てことなの。そうすると、はい。包丁を研ぐ時もはい。長切れがする気がするんですよね。あで同じ包丁を研ぐじゃないですか。あ。はい。別の人が。はい。研ぎのその刃の付け方にもよるとは思うんですが、はい。ある人が研ぐと、はい。もう1週間で切れが止まる。はい。なのでまたちょっと包丁1週間前に研いだばっかりだけど、はい。もう一回研いでって持ってこられることがあるんです。はい。
僕が研ぐとそこそこ長切れはするらしいんです。あ、なるほど。あ、やっぱそういうの差があるんですね。じゃあなぜがどこが違うかなっていうのは、まあ研ぎのこの砥石の当て方も違うかもわからないんですけれども、はい。それよりはこのどういう気持ちでこのものを研ぐかっていうのを、それもきっと大事なような気がするんですよね。それはまあ刀をこう向こうで火を使って打つ時もそうですが、はい。どう向き合うかじゃないですけども。はい、どういう気持ちでこの刃物を研ぐか。で長切れがするっていうことははい。どういうことかっていうと、この刃の先のはい。分子がきれいに揃うっていうことなんですよね。あ、そういうこと。なるほど。刃先が揃って。刃先の分子ですよ。だから目には見えないことなんですけど、これが何の証明も証明できることが証明できないんですけれども、はい。でもそんな感覚があるってことですよね。そうなんです。どうして長切れがこう自分と他の人で違うかなっていうのを考えたりもしたんですけど、はい。ひょっとするとそういうところもあるかな。なるほど。これは確かに不思議な世界ですね。確まあこれは不思議な世界の話なので、かに。でも全然、不思議なでも世界の話。そういう気持ちで向き合った方が多分丁寧になるのかな。多分僕が知るにはあと5年10年修行を積んでから。単純に思ったんですけど、僕出刃包丁ですごい長いなって時間かかるなって感じることがあったんですけど、そんな比じゃないですよね、こう見ると。そうですね。もう何時間もずっと普通に研いでますよね。はい。研ぎってめっちゃ時間かかりますよね。そう考えると特に刀なんて多分包丁で刃先だけつけてくださいなんて比べたらもう全然違うな。刃先だけ研いでくださいって言われても、刃先だけ研いでも切れるようにならないですよね。もうちょっと上の方から調整してあげて。ですよね。そうですね。刃先だけ研いでも絶対切れるようにならない。本当にもっと根本のとこからこう一回荒砥とかで調整してあげて、で出すことは出しますけど、そうですね、中途半端な刃でいいなら刃先だけつけるような、形ですね。確かに。まあでも確かにこの研ぎっていうのは切れ味の半分の要素を占めるので、やっぱそうですよね。鍛冶屋が硬い鋼を作る、研ぎの工程でシャープな刃をつける、この2つがないと刃物切れないじゃないですか。研ぎの要素は切れる刃物に対してものすごく大きな
重要なところですよね。刀も同じように刃のこの高度、はい、それから、この肉置きですよね、はい、この肉置きが適正な肉置きになっているかどうかというので、刀の切れ味が全く違ってきます。なるほど。多い時どのくらい何時間ぐらい研いだりするんですか？一日中とかも？はい、一日中やってます。朝から晩まで。なるほど。それでも一本仕上がるかどうか。そうですね、アラトだったらまあその時やると、アラトだったらはい、アラトだけは終わりますが、全部はできないんですね。ああ、じゃあ本当それも3日間なんですね。まあ3日ぐらい刀を鍛冶押しで完成させようと思ったら3日ぐらいかかりますね。まあ鍛冶押しっていうのは、はい、大体まあ180番を研いで、はい、僕はまあ1000番ぐらいまでは研ぐんですけど、うん、それぐらいまでの工程で、まあアラトまでですよね。そうですね。それでまあ大体3日ぐらいはかかりますね。すごいな。古川さん試してもらいたいんですけれども、はい、物って全てこう振動数があるっていうのはご存知ですか？分子の状態で物っていうのは全てこう震えている、分子が震えているっていうのをご存知ですか？時計がこう動くときになんか物が動いて、一応そういうの話は知ってますね。はい、物質がこういうふうに存在しているっていうことは、はい、全て分子が振動しているので、はい、その振動によって分子がこういうふうに物が戻してる。存在しているっていうのはご存知ですか？多分知らなかったかもしれない、それは。まあそれは高校生で習うんですけれども、はい、全体が僕の息子も習ったって言ってたんで、はいはい、おそらくは習ったと思います。僕も高校生の時にそれを習ったかどうか忘れてましたけどそれを仮定しますよ。はい、まあ仮定っていうか、それはもう条件として物理の基本でそういうのがあるので、はい、じゃあ、はい、その振動がどういう振動を物質が持っているかっていうのもすごく大事なところなんですよ。なるほど。わかります？それに合わせるってことなんですか？その振動を整える気持ちでものを作るっていうことですよ。まあこうやって研ぎをしますよね。はい、研ぎをしながら、はい、まあこれは自分が作ったものなので、はい、あれなんですけれども、まあ初めて研ぐ包丁なんかの場合に、はい、その包丁の振動数が、分子のこの揺れがはい、整った振動数を持っていないことが多いような気がするんです。じゃあその振動数を整えてあげることによって、はい、刃が長切れがするっていうふうな過程で僕は包丁を研ぐときは研いでますよ。なるほど。これって、はい、素人じゃ難しいかもしれないですけど、はい、このやっててなんていうんですかね、揺れじゃないですけど、はい、なんか抵抗とか、はい、そういうので感じ取れるようなイメージなんですか？
物理的にそういうふうな実際に手の感触でそういうのを感じるというわけではなくって、はい、どっちかというと意識の世界、意識の差ってことですよね。ああ。なので、人がこう思考するでしょう。はい、思考っていうのは電磁波、その思考っていうのが電磁波となって振動を外に出しているっていうのはご存知ですか？例えば脳波を取ったりするじゃないですか。はい、じゃあどうして脳波が取れるかっていうと、はい、脳から出ている電磁波を脳波計で測るのでああ、はい、はい、脳波が取れるんですよね。はい、つまり人の思考っていうのははい、脳波計が測れるぐらいの微弱な電流を、はい、人は出しているっていうことなんです。なるほど。で、この物質が持っている振動数っていうのは本当に細かい振動の揺れなので、はい、それをこう自分の意識によってその物質の振動数をきれいな振動に整えるっていう気持ちいいです。じゃあもう、研がれるときはその意識を持ってそうです。研いでるような。はい。じゃあ具体的にじゃあどういうふうな気持ちで研ぐかっていうのは、はい、それはこれを使う人が、はい、お料理をする人だったら、楽しいお料理ができるようにとかよく切れるようにとか、なるほこれだったら分け出しでこれは試し切りをお客さんされますので、ど。はい、試し切りをするこのお客さんが、はい、感動を覚えてくれるとか。その修練によって、こう磨かれていくようなそういうこうイメージを、イメージングを自分の思うこの意識を、このものに反映させるっていうか転写させるっていうか、そういう気持ちですね。でもそれであれば包丁の店長はちょっと違いますけど、完成形をイメージしながら作れって僕はよく言いましたね。なるほど。どういう包丁を頭に描いてるのか。はい。それとはちょっと違うんですけど、でもそういうもっと先ですね。お客さんが喜んでくれたりとか。そうですね。刀作る時ももうそれ一番に考えることなので。それによってね、包丁の出来、刀の出来っていうのは、少し変わってくるような感じがします。古川さんもぜひやってみてください。もうそれは一番勉強になったかもしれない。その包丁で、その使った包丁が、具体的に長切れが実際するかどうか。昔の職人さんが、今日は気分が乗らないからもう仕事しないっていうのを聞いたことありますか？よく聞きますね。いや気分が乗らないからやめだっつってね。だから乗らないままやっちゃうっていうのも、そのいわゆる意識の部分で整わないってことですよね。その気分が乗るからやりたいからこう、作りたいからいいそういう